皆さんこんばんは。香港カンフー武術学院の総教練真鍋岳山でございます。本日は、少年闘解説シリーズその20というわけでございます。ついに20にやってまいりました。前回までは第1節が終了して第2節これも終了しました。段差をサウ君ということでね、これで第2節が終了でございます。そして、最後の第3節というものが始まります。まずこの第3節はですね、全てこのサウ君の状態から始まりますので、この状態から始めていきます。まず始まるものはパクサオでございます。パクサオというのは第1節でも登場してますが、第1節の終盤最終盤ぐらいで登場してます。そういう技ですが、第1節のパクサオとこの第3節のパクサオ、これは意味合いがちょっと異なります。まずこのサウ君してる状態からこうパクサオを立てて、それでこう円を描くように円周を描くようにパクサオを打ちます。でまた戻してこの形、ここまででございます。これが第3節のパクサオということになるんですが、意味合いが変わります。第1節のパクサオはこう直線的に出す、直線的に出す。こういうパクサオの動画、第1節のパクサオの動画をまず見ていただきます。どうぞ。でね、パクサオこうです。もう一回いきますよ。こうパクサオ、もう一回。はい、見ていただきました。これが第1節のパクサオでございます。それに、違いますと、それに加えまして第3節のパクサオというのがございます。第3節のパクサオはこう真ん中違うところが出てきます。出てきますが、これまっすぐ出ません。体を取り巻く円周上をこうくるっと取り巻くようにパクサオをします。で元に戻します。真ん中を越えるわけですね。でこう技の次から言うとこうワンジョンというふうになるんですが、ここからここまでですね。ここまでの技でございます。どういうふうに使うかというと、こんな感じで使います。どうぞ。半円でこっちへ流します。はい、ありがとうございました。それではですね、第1節のパクサオと第3節のパクサオ、この、違いが分かっていただいたと思います。それではですね、どういうふうに、使うか、また、第3節のパクサオをもう一回違う使い方があるんですね。それも見ていただきます。それではどうぞ。打ってきたら開きます。打ってきたら開きます。逆もある。打ってきたら開きます。打ってきたら開く。真ん中に来てるやつを外側に弾く技、この用法、これは第1節でも第3節でも同じ用法があるわけですけども、で第3節のパクサオの場合は真ん中から外へ、内側から外へ、外側真ん中から外側へこう向かって、こういう技、こういう技も含まれております。でこっちもあればこっちもあるんですね。こっちも行きも帰りも技としては存在してます。どちらも使えるようにならなきゃいけない。第1節のパクサオはこっちだけです。これはありません。こっち側の用法っていうのは存在しません。これ前に出す。前に出して止める。真ん中に来てるやつをこうやって止める。これだけでございます。それと
第三節というのはこう来てこっちもあるということですね、そういうふうな使い方がされる場合がございます。パクサウっていうのは初心者の場合非常に用いられる技ですのでね、この技を縦横無尽に使うことができるっていうことは非常に大事でございます。ブルース・リーなんかもね、パクサウ非常に速いですよね。映画でも見たことあると思うんですけど、パクダーなんて言ってね、おーなんてこうほっぺたも真っ赤っかになっちゃってね、そんな感じの映画がありましたけど、そんな感じで使っていただける、初心者でも使っていただける技といえば技でございます。しっかり使っていただきたいんですけども、一般的にですね、第3節のパクサウが第1節のパクサウとむちゃくちゃになってる場合があるんですね。で第1節のパクサウですらですね、真横にやってるだけ、これでは相手が調子つくだけでございます。来てるやつをこうパク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 こうしてるだけ、これはもう全く意味をなしません。相手の中心に向かって力を及ぼして相手が打てないように、次打てないようにする。こう打ち放題でしたらね、何も守ってても守りきれなくなってしまいますから、相手に力を及ぼして相手の力を封じてしまうということを目指さなければならんわけですね。で第3節の場合は円の動きというのを使いますので、力というのはそんなにいりません。力、パンチというのを来たパンチを誘導していくわけですからね、こっち側に誘導するわけです。そこら辺きっちり使い分けているかどうかっていうのが見極めでございます。一般的なですね、少年との動画見まして1節も3節もそんなに変わらんわというようなやつでしたら、それはあんまりよく知らない、使い方を知らないということになってしまいます。そこら辺よく見ていただきまして、この円の運動でちゃんと相手の力を無力化してるか、しっかりとまっすぐ出して相手の力を無力化していくか、その軌道の違いというのをしっかり出しているかどうかっていうのを見極めのポイントになりますね。あまり知らんでやってるっていう人もありますし、どっちでもいいわっていう方もいらっしゃるかもしれませんけど、ここはしっかりと第1節のパクサウと第3節のパクサウは区別していただきたい、そういうふうに思ってます。パクサウそのものはそんなにね深いような技でも何でもありませんが、ここで一番大事なことはですね、パクサウをたりすることによって重心の高い方は体の芯がぶれるという可能性がございます。こう打ってこう自分が打つことによって自分の体がぶれてしまう、重心がぶれてしまう、また体の芯が軸がぶれてしまう、こういうことが起こってる練習動画、少年との動画とか見てると、これは×の少年とでございます。しっかり安定した重心が安定した状態からパクパク、これがちゃんと出てるかどうか、これが大事でございます。重心が収まってなくてやってるっていうと、やっぱりそれは少年等の段階なんでしょうね。少なくとも重心を収めるというのは人教の段階、チャムキューの段階になったらやらなければならない英春剣士としての務めでございます。それが収まってないというのはまだまだ少年等のレベルだというふうに解釈することができます。パクサウを見てですね、そういう感じに見える、もしくは明らかにそうブレておる、こういう人はもうペケでございます。で第1節と第3節の区別がついてない、これも×でございます。
身近にある技だけにしっかりとそんな感じで、使っているかどうかを見極めていただきたいと思います。まだ自分がするときはそういうことを念頭に、小念頭だけに念頭に置いて、収めていただくということが大事でございます。はい、ありがとうございました。